はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、MFH モデルファクトリーヒロの12分の1マツダ 787B の制作の続きやっていこうと思います。で、前回の動画エンジンの本体ですね、4ローターエンジンの本体の部分を作ったんですけど、今回はその続きで、エンジンの上の、ごちゃごちゃしたものをつけていこうと思います。本当はね、エンジン1回で終わらそうと思ったんですけど、今回のエンジンは結構内部再現とかもあるのもあって、結構手間がかかるので、全部で3回に分けて、やっていこうと思いますんで、よろしければ最後までご覧ください。というわけで、やっていきましょう。はい、そしたら早速作業をやっていきましょう。はい、で今回やっていくのは前回組んだこのエンジン本体に、この上の、コイルだったりとか、あと、可変調吸気ファンネルのこれなんて言うんだろう、アクチュエーターというか、モーターとかこの辺のこのエンジンの上に乗っかるものをつけていこうと思います。これを全部つけるところまで今日やって、で次の回では、このインマニとエキマニをつけていくっていう形で、ちょっと3回に分けてねエンジン組んでいこうと思ってます。はい、なので、一応部品的にはこんな感じになります。でちょっと塗装前の状態で動画を撮るのを忘れてたんですよね。というのも一気にやるつもりで一気に塗装したんですよ。一気に塗装したんですけど、これだけでめちゃくちゃ時間かかっちゃったんで、急遽動画を分けたっていう感じにしてるんで、もう塗装済みの状態になってます。で塗装済みの状態になってるのと、あとデカール類、細々としたデカール類、こういうセルモーターに貼るデカールだったりとか、このモーターに貼るデカールで、あとこのコイルにも全部ね、どれがどこのコイルっていう、どれがどこのプラグにつながるっていうマーキングが入ってるんですけど、そういうデカール、その辺のやつはもう全て貼り付けてあります。なので、これを今回はガシガシ組み付けていくっていう形で、作業を進めていこうと思います。はい、というわけで、先にこのプレートをこのエンジンの上に乗っけるか、それかこの上のものを全部つけてから乗っけるかっていう話なんですけど、多分つけてからやった方が作業的にはしやすそうかなと思うので、先につけちゃおうと思います。こんな感じでね、分かりやすいようにマーキングを入れたんで、マーキングのデカールを貼ったんで、その位置にセットして固定していくと。エンジンの前側の方から1番2番3番4番っていう番号の順番になってて、でかつ、プラグが1個のローターにつき2本プラス1本なんですよね。通常のロータリーエンジンの場合はプラグ2本なんですけど、このエンジンの場合はそれプラス補助がもう1個っていう形になってるんで、プラグがね3本かける4ローターっていうことでトータル、プラグが12本っていう形になります。でね、こうつけていくわけですよ。でこのコイルに関しては、基本的には黒サフで塗装してるんですけど、黒サフで塗装した上で、このアルミのステーになってる部分、実車でアルミのステーになってる部分は塗装を削り落として、金属を露出させるっていう形で処理してます。金属はねそうやってやってあげるだけで金属表現ができる。金属表現ができるって金属なんだから
金属表現もクソもないんですけど、そういう風にやってあげるとお手軽に雰囲気が出るんで、そういうとこも楽ちんでいいですよね。ここ裏側からねポチポチ接着剤つけてってるんですけど、裏側はね後でエンジンに乗せたら分かるんですけど全く見えなくなるんです、外から。なんで多少接着剤跡が残ってても特に問題はないと思います。こういう感じ、こういう感じでコイルが計6個ですね、計6個で各それぞれに、コイルが2つついてるっていう形になってます。で1番のトップ、1番のローで、2番のトップ、2番のローで、1番の補助 FT って書いてあるんですけど、 FT が何の略かちょっと分かんないんですけど、1番の FT、 2番の FT で3のトップ、3のロー、4のトップ、4のローで4の補助と3の補助っていう形になってます。こんな感じで、1個言うの忘れてたんですけど、このプレート、このプレートは、説明書だと黒で塗装っていう指定なんですけど、これ実写はカーボンなので、カーボンデカール貼り付けてあります。タミヤのカーボンデカールを貼って、でボーンペイントのマットクリアを吹いたっていう形にしてあります。はい、で次よいしょ、次がこの吸気ファンネルの長さ調整用のモーター。これ多分ですけどウィンドウレギュレーター、パワーウィンドウの電動レギュレーター、ウィンドウレギュレーターを流用してんじゃないかなと思うんですけどね、形的に。わかんない、もしかしたらちゃんとした専用設計かもしれないですけど、こういう感じでつけてあげて、でここの真ん中にこのプーリーがつく形なんだけど、プーリーはちょっと後にしよう。はい、こんな感じ、こんな感じで、あとごめんなさい、もう一個、もう一個ここにエッチングパーツの配線のステーがこういう感じでステーがつきます。これエッチングパーツをね曲げた形になってますね。こういう感じでつけてあげたら、これで一応このプレートの上に今つけるものは終わりになります。ここにね、ファンネルの方につながるロッドがつくんですけど、これはちょっと後回しで置いといて、次にこれを、エンジンの方に取り付けていくので、これはねこのプレートのステーの部分を使ってフレームと固定するっていう形になるので、しっかりがっちり接着したいので、ここはねエポキシ接着剤を使ってつけていきます。これ蓋が割れとる。なんか僕いつも蓋割れるんですよね、これね。なんでなんだろう、締めすぎか。エポキシ接着剤のエクセルエポっていうやつを使ってやっていきます。でこれ僕もね知り合いに聞くまで知らなかったんですけど、このエポキシ接着剤のこの硬化剤の方ですね、硬化剤の方ってほっとくと固まるらしいですね。取材と混ぜなくても、取材の方は固まんないらしいんですけど、硬化剤の方がねほっとくと固まっちゃうらしいんで、なるべく早く使い切ってあげた方がいいよって教えてもらいました。そしたらこのエクセルエポを接着するところにつけてあげてパーツを接着していきます。でエクセルエポは多少はみ出てもね、エナメル溶剤をつけた綿棒で拭き取ってあげるとある程度綺麗に拭き取れるので、ちょっとはみ出ることよりもしっかりつかないことの方が問題なので、接着する箇所にしっかりつけてあげて、ただこのエポキシはね、この初期の接着力っていうのがあんまりないんですよ。なのでこう押さえといてあげないとこうやってポロポロ取れるんで、その辺注意しながらね作業していきましょう。でつけてあげたら
エポキシはね結構すぐに固まらないので焦らずにねしっかりと作業していく。手についた。よいしょよいしょ。これで押さえてあげて、あー手についた。これでね硬化するまで置いてあげるんですけど、どうしてもねこういう隙間がちょっと空いちゃうところとかあるんで、そういうところとかはちょっと上から盛り付けてあげると、このエクセルエポはねシュルシュルシュルっと隙間に流れ込んでいってくれるので、その性質を使ってこの隙間を埋めておきましょう。はい、そしたらねこれで一応このエクセルエポが硬化するのがだいたい10分ぐらいかかるので、このまま硬化させていきます。はい、そしたらね、このプレートががっちりくっついたんで、次ねプラグコードをねつけていこうと思います。でプラグコードはこう向きがね分かりにくいんですよ。で基本的には説明書を見るとねこの補助プラグだけなんかプラグコードがね下向いてるんですけど、実写の写真こうやって見るとねそんなこともないので、見た目的に美しくなるようにつけていこうかなと思います。はい、なんでね、順番にねこのブルーに塗ったやつと、黒に塗ったやつ、これをね取り付けていくっていう形でやっていこうと思います。ちなみにこのブルーの方が、普通のプラグホールに刺さる分で、黒の分が補助の分ですねっていう形になります。からこれをここにこういう形でね刺していくわけです。ここの固定は巾着でいいか。じゃあねつけていきましょう。しまった、ベルトを握ってしまった。割とね持つとこに困るんですよね。でそういうことか。この補助プラグがねちょっと斜め上に向かって生えてるんですよね。こいつがね斜め上に向かって生えてるんで、この下の2本と同じように真上を向けちゃうと上を向きすぎちゃうんですね。だからちょっと横向きにしようかな。こんな感じでね自然な感じになるように角度を決めて接着していきましょう。ここベルト折れちゃった。これベルトがね UV プリントなんでね割とね簡単に折れちゃうんですよね。後で直しとこう。そしたらね同じような感じで、残り3ローター全部やっていきます。だからどこにプラグコードがいくかっていうのを考えながら、プラグこいつをね挿していきます。はい、そしたらですねこんな感じで、ローターハウジング側のプラグコードのプラグキャップって言ったらいいのかな、プラグキャップで、あとこっちのイグニッションコイル側の方のプラグキャップもつけてしまいました。こんな感じでね、手前の方が、こっちの通常のプラグホールに行く方なんでブルーのプラグキャップで、奥にあるのが、追加のプラグのところに刺さるやつなんで、黒のプラグキャップっていう形にしてあります。なので次にここに、この配線をねつないでいきます。プラグコードをつないでいくっていう形なんで、ここを下に合わせてで長さをある程度測ってでカットしてっていう感じでつけていきます。一応穴は開けてあるんですけど抜けちゃうと思うんでね、
軽く瞬着を入れておく。この辺はねもう地味なんである程度紹介したらもう全部早送りしちゃいます。あんまねレーシングカーってねプラグコード長く取らないんですよ。結構プラグコードの振動とかもねトラブルの原因になったりすることあるんで。はいまあこんな感じでプラグコードを取り付けてあげます。これをね、全部のプラグでやっていきます。はい、で、プラグコード全部取り回すとこんな感じになります。ちょっと長さがねどれぐらいの余分を取ったらいいのかなっていうのもあるんですけど、まあその辺はセンスというかまあこんな感じでいいんじゃないかなと思います。こういう感じね。あんまりたるませすぎるとよろしくないかなと思った部分もあるんで、まあそこそこな感じにしてあります。こんな感じ。はい。そしたらね一応今回の動画は一旦ここで終わりにしようと思います。ここで終わりにして次回の動画で、ここですね、インマニと駅マニの組み立てをやっていこうと思います。まあ駅マニはね2つくっつけてズボッと刺すだけなんでいいんですけど、インマニの方は結構複雑な、形状になってるんで、その辺まあいろいろお話をしながら組んでいくっていう形でやっていこうかなと思いますので、また続きが見たいと思っていただける方はですね下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録していただけると最新の更新情報など見ていただけますのでぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。